最近コースが見えて、上はこれはすごい。こんにちは、塩はちみつです。スロベニアのビラアンドーというホテルに泊まっています。今日はシュコツイヤン鍾乳洞を見に行きます。朝ごはんです。大盛りです。朝ごはんはたくさん食べるのが習慣です。たくさん歩くのでたくさん食べないとね。安定に温野菜が美味しいです。昨日もズッキーニが美味しかったので、今日もズッキーニをたくさんよそりました。今日は昨日訪れたポストイナ鍾乳洞から 30km 離れた場所にあるシュコツイヤン鍾乳洞を見に行きます。1986年に指定された世界遺産でヨーロッパ最大の地下渓谷です。最後まで見ていただけると嬉しいです。このクロワッサンが美味しくって、これ中入ってる？入ってる？あ、そうなんだ。本当だ。何が入ってるのこれ？ラム。ラム。このジャムが入ったクロワッサン好き。アプリコットかな。他のパンもきっと美味しいと思って追加でたくさん取ってきちゃいました。パンがすごい美味しかったから別のパンも取ってきちゃった。すごいね。いや、どんだけ食べるの。でも気を使わず好きなだけ食べれるの嬉しいですよね。ちなみに父のことはパパと呼びなさいと教育されてずっとパパ呼びです。大人になるのが寂しいそうです。母のことはお母さんと呼んでます。そしてこのチョコレートクロワッサンが美味しすぎる。パパ、今度チョコレートだ。胃袋が小さすぎます。もっと隙間をください。もう一個チョコクロワッサン食べたい。このクロワッサン最高。ここで奇跡が起きたんですよ。あら、今日何日？12日の12時残り8席で出てるの。見て。昨日なかったよ。予約しようか。12日前日にシュコツイヤン鍾乳洞のチケットを購入しようとしたら売り切れで、でもポストイナ鍾乳洞最高だったし、もう諦めるかなんて父と話してたんですよ。でも朝にホームページをもう一度確認したら売り出してて、うわーってもう諦めなくてよかったって。でしかもですよ、動画では伝えきれないんですが、シュコツイヤン鍾乳洞が最高だったんですよ。シュコツイヤン鍾乳洞のファンになりました。本当に行くことができてよかったです。父と車でシュコツイヤン鍾乳洞に向かいます。うわーパパすごいね。高いとこまで来たね。ここはドライブの途中にお城があるみたいって立ち寄ったんですが、レストランでした。営業時間前だったので入れなかったんですが、絶景が楽しめるレストランだったので、時間のある方はぜひ行ってみてください。12時からってことかな。いや、すごい綺麗。それではシュコツイヤン鍾乳洞にレッツゴー。これからシュコツイヤン鍾乳洞のガイドツアーに参加します。ガイドツアーは撮影禁止で様子はお伝えできないのですが、私の感動を伝えたいです。こ
こにユネスコ世界遺産に登録されたことが書かれてますね。人がたくさん並んでいたので動画はあまり撮れませんでした。でも父とツーショットが撮れました。支笏慰安鍾乳洞のガイドツアーに参加した後はハイキングで周辺散策を楽しむことができます。支笏慰安鍾乳洞の散策コースは洞窟やドリーネなどカルスト地形の見どころを満喫できるように設計されています。おすすめは黄色と赤のロングコースです。一緒に支笏慰安鍾乳洞を見学したメンバーは私たち以外全員黄色と赤のコースを選んでいました。私たちはこの後クロアチアのスプリットに行くのに4時間運転しないといけなくて時間がなかったので一番短い緑のコースを選びました。短いコースでも十分に自然と景色を楽しむことができたので、それより長いコースはもうどんな絶景が待っているんだろうって想像しちゃいますよね。一番出口の緑色コースの距離は約300メートルで景観も良く時間のない人や体力を温存したい人に向いています。鍾乳洞のガイド付き見学ツアーを終えた後に通る最短ルートです。ベリカドリーナと呼ばれる大崩落している陥没ドリーネの上側を通ってスタート地点近くに戻ることができます。ちなみにオレンジコースは約600メートルで所要時間が約30分、ピンクコースは 2.5 キロもあって所要時間が1時間半ほどかかるそうです。体力に余裕があってじっくり自然を楽しみたい方はぜひオレンジコースとピンクコース挑戦してみてください。鍾乳洞の出口は緑色の大自然とのコントラストが印象的でまたそれも良かったです。さてここから支笏慰安のガイド付きツアー黒色のコースについてお話ししたいです。いや本当に素晴らしいんですよ。写真や動画は撮ることができないんですがもう神秘的でもう世界にこんな場所があるんだってもう感動しまくりでした。このガイドツアーは千葉山という沈黙の洞窟から大崩落しているベリカドリーナ陥没ドリーネまで続く圧巻の地下世界を歩きます。鍾乳石や巨大な地下の川など支笏慰安の核心部を案内付きで見学できますが英語が分からず悔しかったです。でも本当におすすめです。渓谷には橋がかかっていて通路がライトアップされているのも幻想的で本当に感動したので皆さんに強くおすすめしたいです。来るんでしょうか。あ、来た。あんた押したら。来たあんた押したら当たってるよ。これはこれで15分の方楽しかったかも。これはもっとあれの方がいいんだろうけどさ、バテちゃって。バテちゃうね、この暑さで。到着。この支笏慰安ケーブルカー傾斜鉄道に乗って上まで登っていきます。ああ、いいポストイナ鍾乳洞のワクワクが止まりませんでしたが支笏慰安鍾乳洞は神秘的で探検家になったような緊張感がありました。特に沈黙の洞窟と呼ばれる地底湖や深さ250メートルの大渓谷はドラゴンが住んでいるんじゃないかと思える大空間と神秘で圧巻でした。Okay,
Okay, now to get back to the starting point, you will just now continue up here and then you will take the last steps on the right. In the middle of those steps, if you decide, you can turn once more to the right and you will get to the viewpoint, which is 200 meters away, maybe 5 minutes. 迫力ではポストイナ鍾乳洞以上で全く予想や想像ができていなかった分、個人的にこの旅最大の感動がありました。ポストイナ鍾乳洞はトロッコ列車がインパクトやスリルがあって人気なんですが、支笏慰安鍾乳洞はほとんど特集が組まれていなくて、私は個人的に強く推していきたい観光スポットです。この先にビューポイントがあるそうです。登っていきましょう。今ビューポイントに向かっております。結構歩くんです。200メートルがそこらなんですが、日差しがすごく強くて、もう歩くだけで到着しました。いやー、すごい綺麗です。うわー、はい、下眺めてごらん。下。こっちから。すごいでしょ。すごい。うわわ、これがベルカドリーナです。すごいね。すごい高いところまで来たね。滝が流れてます。ポストイナ鍾乳洞と支笏慰安鍾乳洞、時間が許すのならばどちらも行ってほしいですが、ワクワク感やスリルを求めるならポストイナ鍾乳洞、神秘的で幻想的なものが好きな方は支笏慰安鍾乳洞がおすすめです。日本にも素晴らしい自然美がありますが、こんなにも大規模で広大な鍾乳洞を見ることはできないと思うので、これこそ海外旅行の醍醐味だと思いました。洞窟内は撮影禁止なのが残念ですが、ホームページに写真がアップされているので、ぜひチェックしてみてほしいです。8月は日差しが強くて暑かったです。緑に囲まれた自然の中なんですが、ドリーネを見に行くのに坂を登らないといけなくて、カラッとした暑さだったんですが、それでも暑いことに変わりはなくて、スタート地点に戻ってこれたのでアイスを食べました。もうめっちゃ美味しかったです。生き返るっていう感じです。生き返りました。皆さん最後まで見てくださりありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。